準備の騎士団、それは星空を一人歩む者たち。彼らはイドリラの足跡を追い、正解の中で見つけた思考を守っている。騎士の誓いを守り、準備を守るために戦い、醜悪を駆逐するために敵に打ち勝つ。本日紹介するのは準備の騎士アルジェンティ。尋ね人の広告を公開するんじゃなかったのか？最初を派手にすれば人目を引けるんだ。大丈夫、この道のプロを信じてくれ。今回は請求列車からの依頼でアルジェンティの尋ね人広告を公開する。彼は先日困難に見舞われた列車組を助けた後、行方不明になってしまったらしい。まずは請求列車の社長であるパムさんに彼の特徴を教えてもらうとしよう。俺はパムじゃ。何を言えばいいんじゃ？アルジェンティの特徴は？赤髪で。それで？口下手じゃと言っておった。他には？いいやつじゃ。口下手な赤髪。これじゃ抽象的すぎて他の人と間違えてしまうな。ここはプロである私が代わりに説明しよう。アルジェンティは知恵の運命を歩む物理属性キャラクターで、準備の誓いを実践している。醜悪は彼の槍先からは逃げられない。通常攻撃で彼は指定した敵単体に自身の攻撃力に応じた物理ダメージを与える。そこまで詳しく説明するのか？ああ、うちは何事も全力でやる番組だからな。戦闘スキルでは彼は敵全体に自身の攻撃力に応じた物理ダメージを与える。床！列車の床が！必殺技を発動すると、イドリラの忠実なる騎士は世の死備を守るために槍を振るう。アルジェンティは一部 EP を消費して敵全体に自身の攻撃力に応じた物理ダメージを与える。そして全 EP を消費すると敵全体により強力な物理ダメージを与え、追加でランダムな敵に数回ダメージを与える。花びらを掃除するのは大変なんじゃぞ。通常攻撃、戦闘スキルまたは必殺技が敵一体に命中するたび、彼は EP を回復、英達を1層獲得して会心率がアップする。この総数には上限があるぞ。アルジェンティは複数の敵と戦うのが得意で、敵が多いほど強くなるんじゃ。アルジェンティの秘技は一定区域内の敵をこちらを攻撃してこなくなるめまい状態にする。さらにこの状態の敵を攻撃して戦闘に入ると、彼は敵全体に物理ダメージを与え、一定量の EP を回復するんだ。この騎士の特徴をしっかり覚えてもらうために録画を見てみよう。これは少し前にアルジェンティが列車で巨大な虫と対峙した時のものだ。この大きさいいものを食べてるんだろうな。急に現れて、しかも増殖するとは。早く退治せねば。アルジェンティは戦闘スキルで敵に大きなダメージを与えた。床が！その後すぐに必殺技を発動。敵を跡形もなく消し去った。だがスウォームの脅威は消えない。第2波はさらに厄介だ。自爆する虫が紛れておる。爆発される前に片付けんと。彼は再度戦闘スキルを発動。敵を一気に攻撃する。添付の効果で EP はすぐに回復した。そのまま攻撃の手を緩めず全力の一撃を繰り出した。どんな醜悪も準備の光の中で灰になる。これにて一気に落着。これでアルジェンティのことはバッチリ覚えられただろう。もし彼の行方が分かったら列車組に連絡するか、本番組のコメント欄にコメントを残してくれ。よろしくな。ところでアルジェンティと初めて会った時のことを聞いても何か役に立つかもしれないし。あの時列車を運転しとったらスウォームに遭遇してんの。それを見てアルジェンティは手を貸したわけか。奴は列車に追突したんじゃ。教養ある騎士だからな。すぐに謝罪したに違いない。いや、すぐに開拓者と戦い始めおった。カット！プロデューサー、私たち紹介する人間違えてないか？